元彦見てるとね、そういう子らを思い出すんですよ。あいつね、仕事したらあかんと思い込んでるでしょ。その上野厚労大臣にドクターヘリのことなんとかしてくれということで要望書を手渡したのも副知事でありました。鳥取の知事が兵庫県北部ドクターヘリカバーしてあげる言うたら余計なことすな言うてるやないです。斉藤元彦は兵庫県民の命なんてどうでもええって言うてんの。ということを態度で示してるというんではなくて、って言ってるのもう。その人の命を救うというインフラを整備するということに粉骨砕身全力で努力するということは示させてないやん。僕若い時ね、家庭教師のアルバイトしたことがあるんです。大学入試を控えた高校生と、それから中学入試を控えた小学生のどっちかやったんです。やったことがあるかないかどうかで言うと、高校入試を控えた中学生というのは受け持ったことがあるんですけど、その玉石混交というか、僕がやってた時って高校入試を目前とした中学生というのは件数としては少なかったし、一番やってた頃はゼロやったですね。やったことあるけど、一番家庭教師のバイトでお金が儲かってた時っていうのはやってなかったですね。だから小学生か高校生かどっちかなんですが、小学生も高校生も同じで、めちゃめちゃ同じ学校行きたい言うてる子でもめちゃめちゃできる子でもね、めちゃめちゃできる子とかね、できひん子とか、それはもちろんおるやないですか。おるんですけど、僕は奈良の田舎でやってたっちゅうこともあるんですけど、たまにはね、とんでもなくできない子がいるんです。いや、ほんまに。とんでもなくできない子っていうのがいるんです。びっくりするぐらいできない子がいるんです。で、それはね、いわゆるね、学習障害とかではないんですよ。学習障害とか、ADHD とかじゃないんです。純粋にね、インプットされてないの。で、なぜインプットされていないかというと、すごく単純な話で、インプットすることを拒否してるからインプットされてないんですよ。で、それはね、やる気スイッチとかね、すごく ADHD で学習障害持ってて多動性があるから勉強ができないとかやったらまだ、救いがあるっていうのは変な言い方ですけど、まだわかるんですけど、そうではなくて、その子供のそれまでの子供としての人生の中で、強固な勉強などということをしてはいけないんだというマインドセットが出来上がってる子っていうのがいるんです。もっと大人的なことを言うと、勉強することは不道徳なことだ。面白くないからやりたくないからやらないんだとかじゃなくて、いやもうそもそも勉強ということは人間として最もやってはいけないことなんだぐらい強固な信念を持って勉強をしてこなかった子っていうのがいるんです。で、それは親がそんなこと言ってね、むしろ親は家庭教師雇うぐらいから勉強してほしいと思ってるわけですよ。子供の方が、学習障害を抱えてるというわけでもなく、親からそう言われてるからというわけでもなく、勉強という行為そのものは人間として最も下劣な行為であるぐらいの勢いで勉強ということをしたことがない子がいるのよ。で、得てしてそういう子はね、学校の勉強は確かにインプットしてないからできひんかもわからへんけど、それは SSD に入っている情報がないだけであって CPU としての能力がめちゃめちゃ高かったりするの。すべての生活態度は優等生なのにもかかわらず、勉強だけを拒否する子ってのはいるんですよ。たまにですけど、ほんまにいるんですよ。俺何人かそういう子を見たことがあるんだけど、自分の家庭教師キャリアの中で。一番明確やったのは、という漫画を読んだ。みたいな。ノリ。というドラマを見たとか漫画を見た。で、勉強っていうのは、しない子の方がテストの成績がいいはずだみたいな、間違ったコンセプトが入ってんねん。で、実際その子頭ええから、できちゃうのよ。できちゃってるけどインプットがないから、気向いて一夜漬けすると、スポンジが水吸うようにして記憶がわーって入っていってテストなんとかごまかせるみたいな子やねんけど、それはもちろん入試になったらそんな通用せえへんから、あかんよいうことを、痛い目をしつつやっていくしかないんで、もう僕家庭教師やったら2年半ぐらいなんで、そんな長い間やったわけじゃないですけど、2年半ぐらいの僕の経験しかないですけど、なんです。元彦見てるとね、そういう子らを思い出すんですよ。元彦の場合は地頭も悪いんであれなんですけど、あいつね、
仕事したらあかんと思い込んでるでしょ。首長というものは、仕事をしてはいかんと思い込んでると思うの。多分あれ。働いたら負けや思ってんな、あいつ多分。俺はこれを今朝4時半に見て、ほんまにゲロ吐きました。嘔吐しました。ほんまに。ちょっと考えられ、ノーランして。昨日何があったかというと、こういうことがありました。日本維新の会の安倍圭司衆議院議員が、自分のツイッターに上げておられるんですが、西宮総合医療センターっていうのが昨日オープンしました。で、にぎにぎしく、開会セレモニーが行われたというところであります。安倍圭司衆議院議員です。です。で、安倍圭司さんのお隣に立っておられるのがご覧になったように、森本副知事であります。安倍圭司さんの隣に立っておられるのが、どう見ても森本副知事であります。森本副知事がテープカットをされるということでした。これが昨日、兵庫県政では、阪神間の人々の緊急医療、それから高度医療を担う西宮総合医療センターができました。これは県立の建物であります。写真で見ていただけるように出席したのは森本副知事であります。一方その頃、斉藤元彦さんは、ちょっと捕まれるものがあったら捕まっていただきたいんですが、一方、その頃、斉藤元彦さんは何をされておられたかというと、はい、ご自宅でワールドカップをご覧になっておられました。日本代表、6月21日、日本代表見事な勝利、次戦も期待しています。お昼はイボの糸、冷たく美味。書いたん？俺が具合悪になったんわかる？ちょっと、ありえないでしょ？いや、俺ほんまにね、4時半に起きて、もぞもぞしながら、何喋ろうかなって、4時半から2時間ぐらいかけて考えてるわけですよ。今日は何喋ろうかなと思って。で、大体前の晩ぐらいに次の朝の日はこれ喋ろうとか思ってたんやけど、昨日は、原稿仕事もあったっていうこともあって、あんまり頭を夜使えなかったんで、ご飯食べたりとかして、頭を使えなかったんで、朝考えよう思って寝て起きて、ネタ集めでこうやって見てたら、およよってなって。ちょっとほんまに俺、それを見つけたのが4時45分とか50分ぐらいで、5時前にトイレ書き込んで、ほんまに2回吐いてるからね、俺。いや、ちょっとありえへんと思って。怒りが内臓に来て、戻すということをしました。こいつ人殺しでしょ。いや、もう、ちょっと、なんかね、用語のしようがないんですよ。今日は、なんていうの、史上最短の長官チェックになる見込みって、ツイッターには予告したんですけど、なぜその予告をしたかっていうと、これ以上僕は語る言葉を持たないんです。もうちょっと十分じゃないですかね。これの裏がこれいうので。なんかこれ、用語の使用あるかな？これね、動画見たらわかるんですけどね、元彦ね、ちょっと飲んどんすよ。飲んだとは明確に言うとらへんけど、ちょっと飲んどんすよ。いや、いろんな都合があってね、西宮総合医療センターのテープカットに行かれへんみたいなことがあってね、知事じゃなくて副知事が出やんなしゃあないってことがあったとしたとしても、その日に、で、もうしたから家におるし、昨日やから、家におるからワールドカップ見やなしゃないと、日本対チュニジアを見やなしゃないってなったというのは、そうなってしまったということそのものはね、仕事の都合上あり得ることかもわからんけど、我がでサッカーの話する必要なくない？わざわざのせいでもええと思わへん。それは、人繰りの問題とかね、なんかわからん。昨日、そうそうたるメンバーなんですよ。末松先生とかもテープカットしてはるから、SP がね、例えばこういうことは普通にあると思う。県警がちょっと警備が大変なんで、兵庫県からは、ちょっと警備レベルの低い人が来てくださいって言われるってことはあり得るかもわからん。衆議院の先生、末松先生みたいな大物も来るから、県警そっちの警備で大変になってまうから、もうちょっと来んといて、みたいなことを言われる可能性ある。それは、元彦にプロテスタがついて回るからではなく、ね。それ警備都合上あるんですよ。
で、俺らのやってる仕事やったら、俺が金儲てやる、お前らがツイッターとか YouTube で見たことない俺、金儲てやる選挙の時とかっていうのは、どういうことをするかというと、大臣経験者とかが応援演説に来てくれはると、向こうの政党の候補者の人にも、大臣経験者が同じ時間帯に来ると。ほんだら、ちょっと申し訳ないけども、時間ずらしてくれへんかと。田舎の都道府県警、田舎の県警やったらね、田舎の県警やったら、ちょっとうちも警備の手が、もうあの大臣来る時のでいっぱいやから、そっちの日程をずらしてくれへんかとか、あっちの日程をずらしてくれへんかとかと警察と調整するんですよ。例えば SP が、その警備のスキルのある警官が15人しかおらへんと、その15人が全員この大臣に着くときに、また15人必要な大臣が来られたら困るから、時間ずらしてくれとかって調整をするわけですよ。昔から、俺ら裏でやってる、選挙の裏方の仕事ってそういう仕事です。警察と。で、動線こうでって新幹線の改札から出てきた後、誰がどこで控えて、で、SP の車はどうついて、タクシーがどう動いて、みたいなことを調整するんですね。それで、例えば西宮総合医療センターのテープカットに末松さんみたいな大物が来るから、県警の警備が手いっぱいやから、知事まで来てこられたら困るんで、で、末松さんに来てくれなって言われへんから、来てもらわなあかんと思うんで来てもらうけども、警備レベルの低い人出してくれってことって、ひょっとして言われたかもわからん。かもわからん。そういうことはあり得る。大人の世界っていうか、社会人の世界ではそれはあり得る。で、それは普通の話です。で、それで、そやから、あんたもう県からは俺やなしに副知事言っとけやって話になったんかもわからん。どうかしてこれ推測で喋ってるよ。それにしてもや。もしそうやったとしてもや。そうやったとしても、必要ない。ただね、というのは好意的な解釈で、ただね、メンツ見てたらわかるんですよ。なんで行かへんかったかっていうの。兵庫県立西宮総合医療センターの会員でございます。どうぞ。末松先生と西宮の市長に会いたくなかったんでしょ。行ったら行ったで、この西宮の市長立てなあかんしね。西宮であるから、場所は西宮なわけです。このメンツ見たらわかると思うけど、一番左はこれ維新のボンクラ政治家なんでどうでもいいですけど、右の二人、右から2番目、眉毛の濃いのは石井ピンの息子ですよ。西宮の今市長やっとって。それで、西宮今の市長やってるんやけど、この間の選挙の時は反面に回って稲村さんのこと一生懸命応援してたわな。で、幅単平を分限処分で予算拠出した時に、西宮におった元彦派の市会議員が、それは許されへんと怒り出したんよ。覚えてる？議会の承認なく追加予算使うたんよ、幅単平に。知事の権限で。で、西宮の予算規模というのは兵庫県の30分の1やったかな、30分の1しかないけども、とすると、その使った予算が、西宮の市の予算で言うたら3億ぐらいなんかな ?3 億ぐらいの予算になるけど、知事が3億勝手に使ったやったら大騒ぎになるって言って、筋肉市会議員とか、みんな、いや、元彦これはあかんわって急に言い出したんよ。で、西宮はもうちょっとありえへんとかってなってるわけ。元彦のこと、西宮全体が。で、かつその石井ピンの息子の、この市長が、もともと元彦と判明でしょ。で、これはまず、眉毛の濃い石井ピンの息子が元彦と判明。で、隣の末松先生。半年ぐらい前に娘さんが、奥谷健一県議会議員と結婚してますからね。奥谷さんの義理のお父さんです。だからこれみんなその、立ち位置的には、元彦から言うたら、判明の人ばっかりですよ。で、そこへ人間力が低いから、どうもーって、俺やったら、いや、どうもって言ったらいけるけど、天気ですな、今日はせやけど今年は涼しいんか暑いんかわからんでね、ほんまにもう。いや、お疲れさんでございます、お疲れさんでございます。もうほんまね、ようできたこの医療センター、ほんまにこれでね、って言うて、言っただけだけど、その人間力がないんですよ。それはできひんねんて。ようやらんねん。その人間関係、アウェイの楽しさとかビジネス上での一番興奮するとこやん。ビジネスで一番興奮するときってアウェイの時でしょ。うわ、俺しかおらへんって時でしょ。それはできひんねん。もう単にそれだけのことでしょ。ごたごた言うてるけども、石井ピンの息子と奥谷の義理の父親に会えたなかったんでしょ。だから俺これみんなその、立ち位置的には元彦から言うたら、判明の人ばっかりですよ。で、
心の中にぽっかり大きな傷があるから、しょうもない。いや、ということなんですよ。弱いんですよね。弱いと言うべきなのか、アホと言うべきなのかね。これはその前の日なんですけど、西宮総合医療センターができる前の日だったんですが、公立豊岡病院っていうのは田島緊急医療センターを担ってるわけですが、田島緊急医療センターを担ってる豊岡市に上野厚労大臣がお見えになられまして、その上野厚労大臣にドクターヘリのことを何とかしてくれということで要望書を手渡したのも副知事でありました。知事ではありません。ではありません。で、みんなそのドクターヘリの問題をね、過小評価してると思っててですね、これを見ていただきましょう。直近のデータが公式発表がないので、3年前の数字で終わってるんですけど、これは公立豊岡病院の出してるデータです。ドクターヘリ、ドクターカー出動回数なんですが、ドクターヘリ、令和4年で、年間1812回出動してるんです。で、これは兵庫県全体ではありません。これは田島地域がこれだけだということです。で、兵庫県は離島もありますから、播磨の方にもドクターヘリがありまして、合わせると約2500件ぐらい年間出るらしいですね。これ田島だけで年間1800件です。兵庫県めちゃめちゃ広いんですよ。病院が少ない、交通の便が悪いところ、ドクターヘリでいかんならんところというのは、高齢化が進んでいる地域が多いですから、出動回数がどんどん毎年増えていってるという、なんですね。でも単純計算で1日5回ぐらい出動してるんですよ。それが7、8、9の3ヶ月間止まる言うてるんですね。ということはもう単純計算で90日、年間365日のうちの90日止まる言うてるんです。1日あたり5回ですから、90×5 で450回、この1812件のうちの、単純計算の5回と計算して、450人運べないってことです。で、夏は熱中症が多いですから、お年寄りが畑でお仕事されておられて、熱中症で倒れてしまうとかね。で、見つけたら運ばなあかん、病院遠い、ヘリコプター来てもらわな、車内みたいなね。で、元彦それで2週間確保したってどうやってん ?7 月の頭の2週間確保した言うてどうやってんねん。2週間って14日でしょ。14日が90から引いたら76日になったってことですよね。76日って1日5件だから5、6、37、5、35の380人ぐらいの人はまだ殺してるわけですよ、元彦は。450人死ぬところが360人になった言うて喜んでるんです。で、これ平田学園に問題があるのかなんかみたいな2年も3年も前から明らかなわけですから。で、えらいことになったら調整つかへんって言うてたのに、調整つかへんことになったから言うてね、言うにこと変えて、あいつなんて言うてたか言うたら、鳥取の知事が兵庫県北部ドクターヘリカバーしてあげる言うたら余計なことすな言うてんねん、あいつ。で、これ初めて俺の配信見る人とかやったら、信じられへんって言うかもわからんけど、余計なことすな言うてんねん、あいつ。記者会見で。関西広域連合で徳島県の知事が今調整してくれてんねんから、自分とこにドクターヘリがあるから言うて、なんぼ隣の県や言うても、うちの県救ってくれるな言うて。鳥取が勝手なことしてて和を乱す言うて。いや、ほんまに言うてんねんて。鳥取県さんは独自で別の会社に運行委託をしていましたけれども、この点については関西広域連合内もですね、様々な議論が実はあって、徳島県さんが今尽力し続けている中で、鳥取県さんが独自に動かれたということについての、いろんな実はご指摘やご意見もあったんですね。言うとんねんて、ほんまに。これテキストに残ってんですよ。該当箇所聞いてみる？知事がおっしゃいましたように、関西広域連合のドクターヘリは関西広域連合の中で担当しているのが徳島県ということは承知をしております。一方でですね、鳥取県が、これまで鳥取県ヘリは広域連合での契約だったんですけども、昨年度のうちに県での契約に切り替える形で、新たに茨城県の筑波航空と契約を結んだと。で、さらに病院側に置いておく運行管理者もきちんと県の方で確保をしているというような形で、安定したドクターヘリの運用ができるようになったと。通年運行もできるようになったそうです。っていう話がある中で、
なかなか全国でドクターヘリができる運航事業者ってたくさんあるわけではないので、タイの奪い合いではあるんですけれども、兵庫県に拠点があるヘリって2機ありますよね、先ほど申し上げましたが。2機とも平田のまま行ったというのが、これリスクヘッジの観点からして、本当にそれでよかったのか。で、確かに広域連合の中で徳島県が担当なんだけれども、契約主体は兵庫県の場合は基地病院なんだけれども、兵庫県が契約主体として前面に出ることもできたんではないか、この辺はいかがでしょうか。鳥取県さんは独自で、別の会社に運航委託しましたけども、この点については関西広域連合内でもですね、さまざまな議論が実はあって、徳島県さんが尽力今し続けている中で鳥取県さんが独自に動かれたということについての、いろんな実はご指摘がご意見もあったんですよね。県としては、今徳島県さんが主となってご尽力をいただいている、あとは三日月広域連合長も尽力いただいている中で、我々としては地元の平田学園さんが、しっかり4月以降も運行するという方針を示されたので、契約を結んだということで、対応としてはこれで、来させていただいたということだと思いますけども、やはり急遽整備士がやはり不足するという状況になったので、県としてはその状況をどうやって打開すべきかということを、これからしっかり、関係者の皆さんとも連携しながら対応していくということで、努力をしていくという状況ですので、その点は引き続き、県民の皆さんの不安を抱かせないように万全を期したいというふうには思ってますね。すみません、短くちょっと大事な話が出たので、そうすると広域連合の中では、鳥取県のこの行動というのはなんか議論があったっていうふうに今おっしゃいましたけど、あまり広域連合の中ではよく思われてないというか、どういうニュアンスでおっしゃったんでしょうかっていうことが一つと、それから鳥取県からこの間その救いの手が差し伸べられましたが、それに兵庫県は乗るのかということ、この2点最後に聞きます。ドクターヘリについては関西広域連合として全体としてやってきた中で、今回さまざまな動きを県独自でされたということに対してはさまざまなご指摘があったということですけど、最終的には鳥取県さんの判断が、結果としてそのようになったということですね。これからも関西広域連合としては連携しながらしっかり取り組んでいくということが大事だというふうには思ってますね。終わります。言うたやろ、ほんまに言うてたでしょ。いや、というやつなんですよ。なんで、もう、今日もちょっと俺もしんどいんで、明確に、意図的に、兵庫県民の命なんかどうでもええって元彦は言うてるんですよ。斉藤元彦は、兵庫県民の命なんて、どうでもええって言うてんの。ということを態度で示してるというんではなくて、って言ってるの、もう。豊岡、田島豊岡からの地域にドクターヘリが飛ぶことよりも、飛ばへんようになることを放置してでも、関西広域連合の輪の方が大事なんですよ。西宮に総合医療センターができることよりも、自分が末松さんに会いたくないという気持ちの方が優先されるんですよ。そんな言うとんねんって、ほんまに。で、これを言うてへんっていうやつは、もう宗教入ってる人ですよ。いや、ほんまに。これを言うてへんって解釈するのは、朝原将校さんがポアって言ってるのは、それはポアであって殺人ではない言うてるのと一緒です。朝原将校大先生は、人を殺すなんて一言も言ってないじゃないかと。ポアというのは魂の救済であると。だから魂の救済なんだから殺人じゃない言うてるオウム真理教の信者と一緒ですよ。その人の命を救うというインフラを整備するということに、粉骨砕身全力で努力するということは示させてないやん。だから斉藤元彦の理屈から言うとね、7、8、9月に田島地域、豊岡地域で熱中症で倒れる方が悪いの。関西広域連合の輪が重要だから。ヘリコプター飛んでへんのに病気になる方が悪いね。ということで、斉藤元彦は人殺しであります。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。